ご案内いたします。ありがとうございました。Arriving at Yokohama TY21。JR 線、京急線、相鉄線。はい、どうぞ。はい。ありがとうございます。お待たせいたしました。どうぞいってらっしゃいませ。この中だけのガイドブックになります。1回目はもう終わってしまった。2回目大丈夫ですか。12時半からになります。いいですか。どうぞ案内します。すいません、2回目の動鉄お願いします。また戻れますので。はい、集合時間が12時25分になりますけどよろしいですか。こちらですね、首から下げていただいて、こちら横を読んでいただいて、集合時間こちらにお集まりください。
例えばジオラマの一番奥の線でルート1番を考えて想定しております。アメリカの蒸気機関車ペサフィック&オハイオ鉄道のルートナンバー1941年から48年にかけて60年創設されたユニオンパシフィック鉄道9.5番のエンドレスを青い車体の阪神電気鉄道311型の電車、懐かしいトロリー灯具を架線にかけて周回走行をしております。こちらも原本家ならではの走りっぷりと原信太郎こだわりの実物と同じ鉄のレールの上の実感的な走行をお楽しみください。11時30分まで運転をいたします。そしてトーマスと仲間の機関車たちの運転状況ですが、ジオラマの詳しい運転スケジュールはジオラマの左手入り口にあります時刻表をご参照ください。一番外側の線路、シート3回につきましては、この後、中央下の駅を緑色のターシーが走り出します。線路じゃなくてちゃんとパンタが撮ってます。ちょっと止めてみましょう。こういう一般の模型はパンタ吸ってるけど線路からなんですよ。でもこういう原さんが作った工具だとか無理やりちょっと止めちゃいます。パンタをつけると走ります。いいですか？電気は全部通ってます。ここもそこも原さんが作ったやつ。原模型がここを走るときとかそっち走るときは河川終電。今こっちの箱根は原さん作ったやつなんで河川終電だけど、東急はあれは原さん作ったやつじゃないので線路からこういうのもパンタ吸ってますよね。でもこれ原さん作ったのじゃないので、これは線路からそういうふうな。で原模型は切り替えができるようになってます。線路からでも走れます。切り替える。大丈夫です。電流が少ないので。電圧は高いですけど、高いですけど原さん普通のやつは大体15ボルトから18ボルトぐらいで走ってるんですよ。原さんのやつはもう全然電流少ないので 6. 点いくつとか7ボルトぐらい。その代わりスピードものすごく出るので、ちょっと間違えたらとんでもない。音もいい音します。線路が鉄でできてるんです。原さんのこだわりで、結局真鍮の線路じゃ嫌だと。普通真鍮なんですよね。通電性がいいから。みんなほら車輪から電気を取るので、線路に電気流すので、通電性をいい真鍮使うんですよ。加工もしやすい。でも音が違うから嫌だということで、原さんはこの線路を鉄で、だからって模型業者は鉄の線路売ってないし作ってくれないので、本物の線路を作ってる会社にこれ頼んでわざわざ作って、線路のつなぎ目もこういうつなぎ目もこう差し込みじゃなくて、ちゃんと薄い鉄板とボルトナットでサンドイッチしてこう留めてます。だからカタン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 。あとこの線路の石、これもプラスチックじゃなくて本物の石です。枕木の木です。木の枕木2万本使ってるんです。これは別に原さんは監修はしてるけど作ってはいません。日本のタンク型蒸気機関車 C11 型 C12 型10連にて
ジオラマの中央の駅一番内側のホームを右方向へ発車をいたします。こちらも原模型ならではの走りっぷりとドラフト音をお楽しみください。こちらの原模型の運転は12時となります。この一番鉄道パーク原信太郎の理想といたします平和で国境なき鉄道模型の世界。からこの原鉄道博物館にはるばる遊びに来ております。何分40年ほど前の古い機関車たちです。一生懸命走っておりますが、皆様の前を通りましたら温かい応援をよろしくお願いいたします。まもなく右手のカーブから赤い機関車ジェームズが
案内いたします。ただいまドラマの一番東側の線路3台につきましては、阪神から北条への車両へ向かい車線をただいま、ジオラマの一番内側の線路の中央の駅、赤い車体のジェームズが通過を行います。あ、全部すごいけど。ご案内いたします。ただいま、ジオラマの一番外側の線路、ルート3番、こちらをトーマスの大の仲良し、緑色をいたしましたバーシーが走行を始めております。こちらは、原木駅線路の全長約450メートル。一番現場は市内ジオラマといたしまして、市内はもとより公開。レールの幅45ミリ放送しております。一番現実鉄道模型の迫力ある走りっぷりをこの鉄道カードでそして
ただいま対向列車待ちでホームに入っているジオラマの一番外側の線のルート3番につきましては、ただいま青い台車、腹持ちの報道は進行客車を使用してこちらをそして腹持ちはジオラマの一番の線路こちらを日本のダンプ型蒸気機関車 T11 型 T15 型走行をしております。こちらご利用いたしました道路会社お客様の後ろの壁左手入り口右手出口付近の上の上にご利用だけではなくジオラマもでお楽しみください。お客様の目の前にご提供おります時計となるお金4円を入れしております。またお客様の後ろにあります展示ケース後ろをちょっと振り返ってご覧いただきますと内側の線路こちらにつきましてはただいまお会社会の電力が線路の全長約450メートル、一番ゲージの信頼ジオラマといたしまして、世界最大級の列車となっております。一番ゲージ鉄道模型ですが、レールの幅45ミリ、走行しております車両の大きさは、日本でも超人気があります N ゲージ、9ミリゲージ車両の約5倍の大きさです。一番鉄道パーク、青いの
どこのガイドがございます。どこのガイドはそれぞれ机の上に用意がしています。この青色をいたしました見どころガイドの裏表示です。5番メイビスが動き始めております。比較的小型の機関車をここにテンダーと呼ばれる専用の石炭と水を積む部分がございませんので、バック運転が容易なようになっております。従いまして大都市近郊の比較的短い区間を来たり来たりするのに使われておりました蒸気機関車になります。広い車体のこちらが走行をしております。このように原模型やトーマスたちは線路と時刻を決めまして順番に走行をしております。一日の運転スケジュールはジオラマの左手入り口ご案内いたします。ただいまの時刻、原模型はジオラマの一番外側の線路3番。まもなく右手のカーブから中央下の駅を左方向へ通過をいたします。青い色をいたしました1番トスモパークジオラマトロガイド。こちらをお客様方すでにお手持ちでしょうか。この見どころガイドを手に取っていただき、1番トスモパークのジオラマ
アーティストの作品が隠れております。同じ場所にとどまらず、いろいろな場所、いろいろな角度でご覧くださいませ。ただいまトーマスがバックで本線に走行を始めます。ちょっとでもそこからずれると、本物です。で40年前のイギリスのテレビドラマ実写版シリーズで実際にご案内いたします。使ったやつ。日本のソニークリエイティブっていうのはその権利をしております。やってで走らせるのここ会社しかない。隊のジェームス。東洋じゃここしかない。運転を世界中でもそんなないんじゃないかな。この45ミリの一番ゲージを使ったこういうレイアウトってジオラマってないんですよ。世界最大級なんですよ。でこういう45ミリだと大体ね外なんですよ。庭あまりにも大きいので、だからドイツとかいろんなところにもっと大きいジオラマとかあるんですけど、線路幅が違うんですよね。HO ゲージとか O ゲージ、ここは一番ゲージの32分の1、一番大きい。でトーマスも32分の1とこれらトーマスの仲間の機関車たちですが、これ表でね、メロディドラマシリーズで実際の撮影に使われておりました。やっと走ってるんですよ。今1台壊れちゃって、前回はパーシーがダメだったけど、今回はヘンリー皆様のあれがちょっとモーターが抜けちゃう。せー
たします。でしょうか。で、ブレーキハンドルとマスコンハンドルになります。もう早速操作しながらやっていきましょう。ではこちらドイツの特別車ですね。はい、じゃあこちら動かしてまいります。ブレーキを緩めてください。はい、マスコンハンドルをぶつかる上のところまで上げていって、手離してしまいますと戻りますので、そのままキープしてください。80と100の間に90キロまで上げていきます。はい、では下まで下ろしていただいて、次に操作するのはブレーキハンドルになっていきますので、しばらくこのままお楽しみください。ちょっと見づらいんですけれども、今直線に入ってきまして、こちらの動きを入れてからできます。そうしましたら右からの引き込み線とブレーキでポイントのところが見えましたら、こちら300に入れていきます。パチッと音がするところがあるので、そこまで入れちゃいます。どうぞ。スピードの中見ていただいて、なかなか落ちてないので400入れてしまいましょう。はい、で強くかけてしまいます。そうですね。手前で止まるかと思うので、聞こえてます。もうちょっと進めたいので、少しブレーキ、青のところまで入れちゃいます。止めていただいて、こうやって操作していきますね。この画面参考のこの分の調整をこちらでしていくというようなことになります。ではただいまジオラマの中央の線路ルート2番、こちらでは無鉄実習を行われております。AD 赤いラインが入ったドイツの電気機関車 AD-03 メーター、こちらの運転席には高性能な小型カメラが搭載されております。今度早いです。小ブレーキ操型カメラの作に映像を見ながら、ただいまお客様がこのストーブを操作しております。300運にかけてい転席のき後ろにいただきますと、鉄道模型の運転席から間もなく一番鉄のタイプの設置がございます。ホームに入ってまいりました。今後、民家での国内トンネルの中の様子や、中央、イオン駅、駅構内の様子なども、カメラの映像としてご覧いただけます。大変迫力のあるライブ映像が流れております。進めたいときには青いところそして左右のモニターにはロープウェイのゴンドラから映されておりますライブ映像も流れております。
アダム君で分かりますか？当時ボディーマウントポーズを採用し、大幅な軽量化を実現した先ほどを行います。こちらブルク4番は折り返しの自動運転となっております。走行時間2回目になります。1人は繰り返しを確認したいか、1人は繰り返しを進めますが、こちらの1人は20分までの日程ですね。ご覧になっていらっしゃらない方は、ドラマの右奥にある1番鉄モパーク上空からの側でもお楽しみください。
楽しみください。で、トーマスとしますが、こちらはもう一つジオラマありますからね。横浜ジオラマって実は永長ゲージで、横浜の街を左から明治時代、大正時代、昭和時代。なんで昭和かっていうと、公園のね、遊具とか見てもらうと平成の遊具じゃないです。あっちはジオラマの中の人間が動いてます。中華街のお店に人が入ってるから、修学旅行の人と横断歩道が渡ったりしてます。